皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこのファーウェイバンド7のワークアウトの関連についてのおすすめの設定ですね。そしてまた機能の解説の方を行ってみたいと思います。そのご紹介します内容としましては、まず1番目にそれはワークアウトの並び替えですね。追加とそして削除についても合わせてご紹介いたします。そして2番目に、例えばウォーキングとかね、ランニングされる方にとっては GPS 連動っていうのは一つ気になる点だと思いますが、その簡単なね、説明についても合わせてご紹介したいと思います。そして3番目ですね、またワークアウトのそれぞれの目標っていうのがありますけども、その目標がどういうふうになっているのか説明の方をしていきたいと思います。そして最後に4番目ですね。それはそのワークアウトの通知っていうところがあるんですが、その通知とは何なのかっていうことについてもご紹介したいと思います。今回はそのワークアウト関連4つの項目でご紹介したいと思いますけども、それぞれが何を意味しているのかをご覧いただければと思います。では早速本日も行ってみましょう。ワークアウトの点になります。このサイドボタンを押していただきますと、ワークアウトが一番上に来ていますね。これをタップしますね。一番上に屋外ウォーキング、身体トレーニング、屋外サイクリング、屋内サイクリングっていう風に並んでいます。これ私がね、今設定している部分になりますが、ほとんどの方はご自分のよく使うワークアウトを設定したいと思っていらっしゃると思いますが、ここに表示されるものを選んで並び方も変えることができます。まずこの一番下にウィジェットってありますね。これをタップしますと、一番上に先ほどの並びですね、屋外ウォーキング、身体トレーニング、屋外サイクリング、屋内サイクリングと出ています。今回は私のよく使うものでちょっと設定させていただければと思いますが、屋外サイクリングは実はしていないんですね。この場合、ここの部分になりますので、バッテンを押していただくと、削除しますかと出ていますので、OK します。そうしますとね、先ほどの並び、屋外ウォーキング、身体トレーニング、屋内サイクリングですね。屋外ウォーキング、身体トレーニング、屋内サイクリングですね。この並びに変更されたわけですね。じゃあ、他のものを追加したい、並び方を変えたい場合、どうするかっていうことなんですが、もう一度ね、ウィジェットを押していただいて、このプラスのマークになります。じゃあ、屋外ランニングね、追加したいと思います。OK を押します。そうしますと一番上に今追加されました屋外ランニングですね。でも順番をちょっと変えたいよっていう方は屋外ウォーキングを一番上にしたい場合、この矢印ボタンを押しますと一番上にやってきました。じゃあ屋内サイクリングを一番上に持ってきたい場合はこういうふうにどんどん上に持っていくっていう感じになりますね。ちょっとめんどくさいんですけども、このように調整することができます。屋内サイクリングね、一番上に持ってきました。じゃあ並び方確認になりますが、屋内サイクリングが一番上に来ていて、屋外ウォーキング、屋外ランニング、身体トレーニングという風に並び方が変わっています。最初ね、ちょっと調整するのがもうこの画面でしか今できませんので、アプリでできないんですね。ですので、めんどくさいんですけど、最初にやっとくとね、後々本当使い勝手かなり上がりますので、ぜひこちらの方で設定の方を調整されてみてください。そうしますと次からね、めちゃめちゃ楽になりますのでおすすめになります。ちなみになんですが、屋外ウォーキングを使いたい場合、GPS と連動してウォーキングすることもできます。これはこのペアリングしているスマートフォンと一緒に持ち歩いてウォーキングするということになりますし、ランニングでも一緒ですね。ですので、これ単体では GPS ついていませんので、マップ上にですね、歩いた軌跡を表示することはできません。でも、個人的になんですが、私は GPS 連動はさせておらず、これ単体で実はウォーキングしていますので、正確な距離っていうのは正直わからないんですね。そこはもう致し方ないなと思って、とにかく身軽にウォーキングをしています。ちなみにここの部分も見ていただきたいんですけども、この目標の部分なんですが、距離、時間、カロリーなのか、そしてなしなのか。私実はなしでやってしまっていますが、例えば1時間歩きたいよってことであれば、時間のとこで60分 OK をしていただく形になりますし、そして距離で5キロ歩きたいっていうことであれば、5キロで OK っていう形になりますので、そうするとね、振動で教えてくれるってことになります。また、カロリーで目標達成まで歩くっていうこともできますので、これ実際ね、どれぐらい歩くことになるのかは正直わかりません。そして、個人的には今なしで歩いています。そして通知の部分でこの間隔ってありますけども、距離か時間かなしっていう風に選ぶことができます。例えば距離のところを1キロ間隔でバンドに振動で教えてくれるっていう設定もできます。1キロ達成しますとビーッとやってね、今1キロですよ。
そして2キロですよっていうふうにね、1キロごとに教えてくれます。それの間隔が2キロごとなのか3キロごとなのかっていうふうに選ぶことができますが、やっぱりおすすめは1キロごとなのかなという気はしますね。というわけで、ワークアウト関連の4つの項目についてご紹介しました。いろいろですね、ワークアウトといっても、それぞれの設定と、そしてそれぞれの内容の意味についてね、なかなか理解するの難しいかもしれませんけども、簡単にね、ご説明することができたと思います。まだまだ他にもご紹介しきれてない部分もありますし、まだ私自身もね、完全に把握しているわけではありませんので、ご紹介していない部分に関してはご了承ください。それでは本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。